使板を外したらこんなに錆びてることが分かりまして、その時は驚愕しましたよね。穴が開く前に気づけてもう良かったです。本当に不幸中の幸いです。この錆はオペラウィンドウから漏れ出た水が溜まって錆びたという感じですね。オペラウィンドウ関連の動画は過去の動画レストア14で上げてますので、よろしければご確認ください。フォルツのサビチェンジャー安定のやつ、これ使います。直接ビュってビュって、1986年以降のやつですかね。トノカバーなんですけど、これと元々の GLE のやつがこの黒いやつです。大きさがだいたいですね、角深合わせると10センチぐらい違いますね。完成です。よいしょ。うわー、いいね。いよいよこの GLE の塗装に入ります。塗装屋さんでちゃんと塗装をしてもらうんですけれども、やるのはボンネットではなくてルーフです。天井ですね。天井に穴が開いちゃうと全損扱いになってしまうらしいので、さすがに天井だけは早くやろうということで天井だけ
やります。で現状はこんな感じなんですけれども、もうなんでしょう、サビ変換剤じゃもうどうにもならなくなって、もう厚塗りしたらこんな感じになってしまいまして、色がなんか白黒っぽくなってしまってるところと、もうサビが浮いてるところ、丸出しのところが多々見られるので、もうさすがにもうやばいなっていうことで塗装をします。一回多分剥離していただいて、もう地肌がむき出しの状態になったら塗装をやることになると思います。いや、どんな感じで帰ってくるのかものすごく楽しみですね。これは僕の感性にもよるんですけれども、なんかサビついてる本当に天然のサビを生かしたサーブってめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。でいろんな集会とか行ってみると、毎回サビについてかっこいいですねとか言われるんで、このサビについては、ボンネットのサビについては生かしておきたいと思います。でもこのボンネット GLE のボンネットは1979年の GLE 900ってここにもエアダクト、あれと一緒のエアダクトがついてるんですけど、多分これいつか分かんないんですけど交換しちゃったと思うので、ここにもちゃんとエンブレムがあって、81年からあと1981年から後のボンネットがついてるので、これについては替えがあるんですよ。替えが効くので、このボンネットはそのまんまサビサビの状態でいきたいと思います。塗装に出したら、当分乗れなくなるので、ちょっと少しの間なんですけど見納めということで、本当にガサガサもこうやってペロって剥がれちゃう、昔の塗装が剥がれてツヤはないですね。完全にツヤはなくなってます。で僕がレストアし始めた2020年ですかね、2020年はの頃の天井はまだツヤが多少なりとも残ってたんですよ。でここもいくらか緑は残ってたはずなんですけど、もう全部ツヤはなくなって茶色と黒、迷彩カラーになってしまってます。これがレストアを始めた当初のサビの状態なんですが、サビは少ないにしろだいぶ痛々しい状態です。ボンネットに関しては今よりもだいぶサビが少ないです。これもこれでかっこいいんですよ。正直他のサーブ見てもここまで錆びついてる状態のはないのでかっこいいんですけど、これから長く乗るためにはここを塗装しなきゃいけないという、苦渋の決断ではあるんですけど、この子長く乗ってたいので、これは必要な工程なのかなと思ってます。バイバイ。板金屋さんから送られてきた途中経過の写真がこちらになります。これ驚きじゃないですか。塗装を剥いでくださった後、ここまで鉄ギンギラギン、もうサビ穴とかも一個もないのがとても驚きで、スウェーデン鋼の強さ改めて感じましたよね。当時のサーブが鉄にものすごくこだわりを感じていたことが伺い知れます。あれだけ錆びついていたので、錆びを落とすのもさぞかし大変だったと思うんですが、感謝しか出てこないですね。ありがとうございます。久しぶりです。綺麗になってる。めっちゃ綺麗になってる。すげえ復活した。うわ、めっちゃ綺麗。よくやってくれたな。すげえな。つるつるじゃないですか。ありがてえ。いいね。今更かよって思うかもしれないんですけれど、次回は GLE っていう車についての説明をしようかなって思います。お楽しみに。